割とガリッとしてきてるんですよね。いいっすね。もうこんな感じで、いや最高にうまいですね。めちゃめちゃジューシーで、柿ピーのガリッと感、究極にガリッとしてる。さてどうも、はい、今回もやってきました。今日も白金台のサーパスで動画を撮っていきます。今日紹介するのはですね、唐揚げなんですけど、柿ピーを使った唐揚げです。柿ピーを使った唐揚げ、これはね、うまいと思うんですよ僕。要は衣代わりに柿ピーっていうね、ザクッとした感じの食感で、鶏のね美味しさをさらにこう一段階上に引き上げるような美味しさを楽しめるんじゃないかと。唐揚げはね皆さん好きですから、めちゃめちゃシンプルで真似しやすいレシピ紹介していこうと思います。それではやっていきましょう。じゃあ早速材料紹介ですね。あんまりね冒頭の挨拶が長いとカメラマンから長いって言われるんで短めにしました鶏胸肉とレモン、レモンは仕上げですね。で、柿の種2袋あれば十分だと思うんですよね。で卵も1個か2個卵白だけ使おうかなと思います。でこの鶏胸肉をいわゆるブライン液の中にちょっと漬け込もうと思うんで、そのブライン液をこの炭酸水で作りますね。こうよりジューシーで柔らかく仕上がるようにしていきたいなと思ってます。うまくいくといいんですけどね。不安で夜しか眠れなかったです。はい、で、鶏胸肉掃除しますね。唐揚げといえば鶏もも肉っていうね方が大半だと思うんですけど、これはねブライン液使って胸肉でもしっとり仕上がるようにしますから、逆に言うともうこれからは唐揚げは鶏胸肉の方がうまいんじゃないかってね思わせたいですね。油は外しておきますね。そんな細かくしなくてもいいですけど、ちょっとこうね血管みたいな部分がね内側についてたりもするんで、こういうのも外します。これもね血管ぐらい気にしないぜっていう方は全然そのままで大丈夫です。これです。この筋、ここを境にね切ってもいいですね。これもねちょっと外してしまって、こっち側2等分ぐらいですかね、大きさ的に2等分しましょう。ここはねだいぶ分厚いですからね、こっち側がこうカットして、で3等分ぐらいじゃないですか。これこうね分厚いですからね。でここはね薄っぺらいですよね、やっぱ胸肉のこの先、ここで1ぐらいで、これはね2とかにしましょうか。サイズ感はこれぐらい、間の指3本分ぐらいの幅ですかね。はい、じゃあ、ブライン液作っていきますね。塩だいたい 10g ぐらい、砂糖も同じように10で、炭酸水が100。炭酸水なければ普通の水でももちろん大丈夫です。こんな感じで攪拌して、でさっきの鶏たちを詰めていきます。量的にはちょうど浸かるぐらいだと思うんですよね、これが鶏胸肉1枚で。これで最低15分ぐらいはこのまま染み込ませたいですね。ちょっともうねこれブライン液の中入れちゃったんですけど、鶏胸肉にフォークとか入れて液体が染み込みやすいようにしてもいいっすね。そうすると少しだけ、時間が少なくいけると思う。で、柿の種、このままだとちょっと大きいんで潰していきます。袋のままいけると思うんだよな。レストランとかだとフードプロセッサーでバーって回しちゃった方がもちろん早いんですけどね、なかなか家には、僕も持ってないんで、そういう時は、こういうような感じで潰しちゃった方がいいですよね。これぐらいは細かくしとかないとねひっつきづらいですからね。これやってると楽しいんですよね。なんか嫌なこと忘れられるというか、そんな嫌なこともないんですけどね。1袋目の方だいぶ細かくしたんでね、もう気持ち粗めにしてます。これで混ぜればちょうどいいんじゃないですかね。足りるかな、足りなかったらちょっと足しますね。よし、はい。で、鶏胸肉ですね、漬け込んでおいたもの、これ一回もう引き上げて水分を取っていきます。このブライン液でね鶏胸肉がパサパサしてるっていうねことにはならないですからね、しっかりと水分を拭っておきましょう。
もう今めちゃめちゃジューシーのジューシーになる準備ができてるんでね。塩と砂糖は味が乗っかってるんで、黒胡椒だけしますね。これお好みです。しなくても大丈夫。あとね、この段階でしなくても薄力粉まぶすんで、薄力粉に混ぜ込んでもいいですよね。はい。でここですね、この薄力粉。これも今回薄力粉だけなんですけど、例えば片栗粉と同割りにして、でさらにね、コンソメの顆粒とか粉が入れたりするとうまみがさらにプラスされたりしますから、そういうやり方もあるっていうのをちょっと覚えておいてください。でも今回はどちらかというと、もう十分柿の種で味が乗っかってくると思うんで、十分かなと思ってます。はい。で卵白ですね。でなんで卵白かっていうと、全卵でも大丈夫です。個人的にこういう揚げ物するとき、唐揚げとかは卵白の方がね、こうさっくりしててなんか味のバランスがいいんで卵白だけにしてますけど、全然全卵で大丈夫です。お好みでそこは変えてください。で、なるべく直接触らないようにしましょうか。直接触るとね、ダマになっちゃうんですよね、すごく。で、こんな感じです。なんかね、もうすでにうまそうっすよね。で、あとは残った胸肉ですね。これも全部小麦粉をまぶして卵白にくぐらせてっていうのをね、やっていきます。で、あんまり気にしなくてもいいんですけど、お家でやられる場合はこのね、小麦粉、薄力粉、これしっかりと落としておいた方が卵白もこうまとわりつきやすいし、衣もねつきやすいんで、これがね多いとねあんまりいい感じに仕上がらなかったりするんで気をつけてください。衣つけるのボウルでこうやって回転させるやり方慣れておくとね、こう衣をまとわす系全般ね、仕事が綺麗になって仕上がりも綺麗になってね、テンション下がらなくなりますからね。はい、こんな感じですね。もう柿の種はついたんで揚げていくんですけど、気をつけたいのは普段の唐揚げと違って、もう衣はね完全に火が入ってる状態なんですよ。これをパリッと揚げたいというより、中の鶏に火を入れたいんで150、60度ぐらいがいいですね。これでまず1分ぐらいですね。2分ぐらいですかね。2分ぐらい。割とガリッとしてきてるんですよね。そしたら一旦引き上げます。まだね多分火の通り少し甘いと思うんで、これねちょっと休憩させておきますね。もう間違いない感じはひしひしと。うるさ。2度揚げ僕は今回するんですけど、1回でもいいんですけど、なんかね1回にしちゃうと結構ね肉がギュッて縮まっちゃうんですよ。僕はね2度揚げした方がなんかこう肉汁がね中にしっかりとこうとどまったまま外側がカリッと仕上がる気がするんで2度揚げにしてますけど、これもね絶対じゃないですからね、個人差によって感じ方も変わってくるんですけど、僕が日々食べてる中では2度揚げ推奨です。お願いします。2度揚げでお願いします。2度揚げさせてください。お願いします。はい、そんな感じで最後は180ぐらいにしてカリッと揚げましょう。1分ぐらい。もうね火はね 8.5 から9ぐらい入ってるんで、最後バッと揚げて終了です。もう最後は全部揚げちゃいます。これで1分ぐらい。なるべくねこう少しかき回せして、油の温度をしっかりとこう一定にした方がいいです。外側と内側とだとね、油といえど温度が違うんで、ちょっとした差ですよね。均一に上がるとか均一に上がらないとか、そういう問題はいいっすね。もうこんな感じで OK です。じゃあ引き上げますね。さあこれであとは盛り付けです。言うの忘れてたんですけど、これ油もうしっかり切った状態なんで、仕上げにねごま油とかこうちょっとペタペタ塗るとさらにうまくなります。あれなんですよ、山盛りにしすぎてもダメだし、かといってね全く躍動感がなくてもダメだから、どうすればいいか分かんない。俺も全く分からない。正解は分からないけど、一応プロ枠なんでちゃんとやんないとですね。こういうところもあんまり何も考えないで盛り付けた方がね綺麗にいったりするんですよ。もうお好みレモン。これはやばい。これすごいな。我が人生の中で一番うまいかもしれない。
いや最高にうまいですね。これ食べてほしいな。いやレモンちょっとかけても絶対いいよ。かけなくてもうまいんだけど、かけたらもっと。ああ、うまいわこれ。胸肉でやった方がいいかもしれない。やっぱブライン液つけてるといいっすね。めちゃめちゃジューシーで。うわ、米炊けばよかったこれ。柿ピーのガリッと感、究極にガリッとしてる。今まで胸肉に対してなんであんなに選択肢になかったんだろうってきっとなると思います。これ食べたらうまいことやっちゃったわ。俺も多分皆さんの一番がなんか書き換えられる日が来たんじゃないかなっていう唐揚げナンバーワンが。はい、というわけで柿の種を使った唐揚げでした。ポイントは大きく分けていくつあるんだろう。炭酸水を使う。でブライン液に漬け込むっていうことですね。まずでしっとりさせる。できれば鶏胸肉使ってください。であとは柿の種をねしっかりと細かく砕いてまとわせる。で揚げる温度は180度よりもちょっと低めですね。150、60度ぐらいでしっとりと揚げる。これをね守ればめちゃめちゃ美味しい柿の種の唐揚げに出会えると思います。ぜひ参考にしてみてください。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。